はい、こんにちは。松元の数学ですけども、いよいよ3回目になりました。今までですね、2回授業しましたけども、少しずつご覧になられている皆さんが増えて嬉しく思います。ありがとうございます。では、今日からですね、二次関数に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。第3回、二次関数と平行移動ということで、今日から二次関数をやるわけですけども、なぜ二次関数を勉強するのか、皆さん考えたことありますか？中学校の時でも、ここにあるように、y イコール 2x 次乗。x と y の対応関係を表したものを関数と言いますけども、このような x の二次式の場合、これを二次関数と言います。ここまでは中学校でされていると思います。また、グラフも書いていると思うんですよね。で、このように関数というのを式で表すだけではなくて、グラフ、つまり絵で物事を判断するというのは、0回目でも言いましたように、視覚化と言いまして、グラフを考えることが非常に数学を問題を解く上で大切になってきます。ですから、今日は、高校ではこのように一般的な二次関数のグラフを書けるようになると、様々な問題を解決できるということで、その1回目にあたる今日の基本的な話をしたいと思います。よろしくお願いします。この問いにあるように、今日のお話は y イコール 2x 以上と y イコール2カッコ x マイナス1の2乗の違い。これについてお話をしましょう。実際中学校の時には、まずグラフを書く前に、x と y の値をしっかりと計算していって、点を打っていたと思います。それを今日やってみましょう。x の値を計算しやすいように、整数値を入れていきます。よろしいでしょうか。さあ、中学校の時だったら 2x 以上計算してみましょう。マイナス3を代入します。マイナス2を代入します。y の値は8。マイナス1を代入します。2。0を代入します。1、2、3。同じように代入していくと、2、8、18となっていきます。では、2、カッコ x マイナス1以上。こちらの方に同じように代入してみましょう。マイナス3を代入します。マイナス2を代入します。よろしいですか？マイナス2、マイナス1、マイナス3の次乗で9の2倍18ですね。マイナス1を代入します。0を代入します。1を代入すると1-1で0になります。2を代入します。3を代入します。さあ、表を埋めてみました。皆さん、何かこの2行にわたる値の変化で気がつくことがありますか？はい。まず、値の変化で同じ値の変化をするところがあります。ここと、ここですね。ということは、この2つの関数の変化の仕方、これは一緒なんです。ところが、変化をする場所が特徴ありますね。何か。右側に1だけずれてます。これを数学では X 軸方向と言います。さあ、いくらずれてるでしょう？ちょうど一つ分ずれてますね。ここも書いてみましょうか。1ずれてます。数学では平行移動と言います。実際グラフを書いてみましょう。中学校で習った y イコール 2x 以上。原点を通ります。x が1の時に2になる。マイナス1の時にも2になります。あとは同じように打っていくと、ちょうど y 軸に関して
対称な放物線が出来上がります。では、y イコール2、括弧 x-1 の以上のグラフはというと、先ほど言いましたように、ちょうど右側に位置ずれていますので、1の時に y の値が0になります。0の時には2です。2の時に2になります。従いまして、変化の仕方は同じですから、グラフの形は変わりませんが、このように、右側に一つ平行移動したグラフが出来上がります。よろしいでしょうか。従いまして、今日皆さんにお伝えしたいことは、二次関数の式がどのように変化すると、値が、グラフが移動するのかということを、まず今日お伝えしたかったわけです。確認してみましょう。ちょうど、ここの x 以上の x のところが、カッコになり、x-1、こう注意してください。プラスではなくてマイナスです。に変化すると、x 軸方向に1平行移動していることが分かりました。ですので、もしここが x-2 であれば2移動します。もし、ここがプラス1であれば、今度は符号が変化する。ということは、同じように考えると、反対に移動します。つまり、x 軸方向にマイナス1だけ平行移動する。このようになっていくわけですね。まとめてみましょう。今日皆さんにお伝えしたのは、中学校で書いてきた y イコール ax 次乗。この二次関数が y イコール a 括弧 x マイナス p の次乗。こう変化した場合、値は、グラフは、x 軸方向に、p だけ平行移動しているということになります。ここの x のところが x-p に変化した。x 次乗の係数は変わりません。この式の特徴を押さえて、左右に平行移動するというお話を今日していきました。また次回以降、この話を続けていって、一般的なグラフが書けるようになりたいと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。